この本を読むだけであなたの限界が変わります。人は誰でも自分にはこれ以上はできないと感じる瞬間がありますよね。でもその壁を乗り越えた人がいます。スキージャンプ界のレジェンド、葛西紀明さんです。彼の著書「限界を外すレジェンドが教える負けない心と体」の作り方は、心と体をどう整えれば困難を突破できるのかを教えてくれる一冊です。スポーツ本のようでありながら、ビジネスや勉強、日常生活にも応用できるヒントが満載なんです。この動画では本の要点を分かりやすく整理し、どんなメリットがあるのか、そして実際に読んで感じた私の気づきも交えてご紹介します。きっとあなたの考え方や行動に新しい風を吹き込んでくれるはずです。本の重要な3つのポイント紹介。ポイント1、心の限界を突破する思考法。著者は長年トップアスリートとして活躍する中で、人は心が折れた時に本当の限界が来ると語っています。つまり体力や技術よりも先に心の状態が自分の力を制限してしまうのです。本書では失敗や挫折を成長のチャンスと捉える思考法が紹介されています。例えば、大会でミスをしても次に生かせばいいと切り替える。著者はこの考え方を徹底してきたからこそ、40代、50代になっても世界の舞台に立ち続けることができたのです。私自身もこの部分を読んで落ち込む時間を減らして次の行動に移すことが大切だと改めて気づきました。普段の生活でもうまくいかないことは必ずありますが、それを悔やむよりすぐにリカバリーに向けて動くことで前進できるのだと思います。著者の言葉は挑戦し続けるための心の栄養になります。ポイント2、体の限界を伸ばす習慣づくり。著者が現役を長く続けられた理由の一つは、体をねぎらわる習慣にあります。著者は日々の小さな積み重ねが体の寿命を大きく変えると繰り返し強調しています。睡眠の質を高める工夫、栄養バランスを考えた食事、そして無理をせず継続できるトレーニング。これらは一見当たり前に思えますが、実際には多くの人が怠りがちな部分です。本書では具体的なストレッチ法や疲労回復の工夫なども紹介されており、読んだその日から生活に取り入れることができます。私も早速寝る前のストレッチを実践してみました。すると翌朝の目覚めがすっきりして気持ちよく一日を始められたのです。大きな成果はすぐに出なくても、こうした習慣は確実に未来の自分を助けてくれます。スポーツをしていない人でも仕事や勉強のパフォーマンスを上げる上で欠かせないヒントが詰まっています。ポイント3、挑戦を続ける勇気の育て方。本書で最も心を打たれるのは著者の挑戦し続ける姿勢です。普通なら年齢や周囲の評価を気にして身を引く場面でも、著者はやれるうちは挑戦すると決断してきました。大切なのは完璧を求めることではなく、挑戦を続けること自体に価値があるという考え方です。この姿勢はスポーツに限らず人生全般に当てはまります。仕事で新しいことに挑むとき、あるいは勉強を始めるとき、もう遅いと感じて諦めてしまう人も多いでしょう。でも著者は自分の年齢や環境を言い訳にせず、常に前を向いてきました。私はこの部分を読んでずっと後回しにしていた資格の勉強を始めようと思えました。挑戦すること自体が力になるという言葉は、誰にとっても背中を押してくれるメッセージです。読者はこの章を通して自分に眠る可能性を信じ直すことができるでしょう。
エピソード紹介。印象的なエピソードや引用。本書の中で特に印象的だったのは、著者がワールドカップで大きな失敗をした後のエピソードです。長年積み上げてきた努力が一瞬で崩れるような経験をしても、著者はこの悔しさが次の原動力になると考えたそうです。普通なら失敗の重さに押しつぶされ、引退を考えてもおかしくありません。しかし著者はあえてその挫折を力に変えることを選びました。この姿勢はただの根性論ではなく、具体的な行動に結びついています。失敗直後から小さな改善点を見つけて実践し、また挑戦を繰り返す。著者が負けない心と呼ぶものはこのようにして鍛えられていったのです。読んでいて強く感じたのは、失敗そのものが人生を豊かにする要素であるということ。スポーツに限らず、誰もが仕事や学業、日常で失敗を経験します。その時に終わったと思うか、次に生かそうと思うかで、その後の人生が大きく変わるのだと気づかされます。投稿者の感想。私はこのエピソードを読んだ時、心の奥が熱くなるような感覚を覚えました。正直に言うと、私はこれまで失敗を恐れて挑戦を避けることが多かったのです。でも著者の考え方を知って、失敗することは挑戦している証拠であり、前進している証だと前向きに捉えられるようになりました。特に悔しさが次のエネルギーになるという言葉は私の中で大きな支えになっています。これまでならうまくいかないと落ち込んで終わってしまっていたことも、これは次のステップの材料だと考えるだけで気持ちが軽くなるのです。著者の体験談は特別なスポーツの話でありながら、私たちの日常にもそのまま応用できる普遍的なメッセージを含んでいると感じました。だからこそこの本を手に取ることで、誰もが自分の可能性を信じ直すきっかけを得られるのだと思います。さらに考えてみると、このエピソードは失敗をどう定義するかにもつながっています。もし失敗を挑戦の終わりと考えるなら、それは本当に終わりになってしまいます。しかし著者のように次への材料と捉えれば、失敗はむしろ未来を作るための大事な一歩になります。私はこれを読んで、今まで避けていたことにこそ挑戦してみたいと強く思いました。実践的な応用方法。本書から学んだことは、スポーツ選手に限らず、私たちの日常生活にも大きく役立ちます。著者は、限界を外すためには、まず小さな行動を積み重ねることが大切と繰り返し述べています。これは勉強や仕事、趣味にもそのまま応用できます。例えば勉強であれば、一度に何時間も机に向かうのではなく、短時間でも集中する習慣を毎日続ける。すると少しずつ集中力が伸びていき、やがて長時間の学習も苦にならなくなります。仕事であれば、小さな改善を繰り返すことで大きな成果につながります。完璧を目指さなくていい、昨日より一歩前進すればいいという考え方は、私たちを前向きにしてくれます。また、著者が実践してきた体のケアも日常に取り入れることができます。例えば、毎日寝る前の軽いストレッチや朝の深呼吸を習慣化するだけで、体調や気分は大きく変わります。私もこの方法を試してみたところ、朝の目覚めが驚くほど良くなり、仕事の効率も上がりました。難しい運動や高価な道具が必要なわけではなく、誰でもすぐに始められる点が魅力です。さらに、著者の挑戦し続ける姿勢も強力なメッセージです。年齢や環境を理由に諦めるのではなく、今できる挑戦を続けることで自分の可能性を広げられる。
これは資格試験の勉強、新しい趣味の習得、あるいは健康のための運動など、様々な場面に活かせます。私自身もこの考え方に背中を押され、これまで先延ばしにしていた資格試験の勉強を始めました。最初は不安でしたが、挑戦していること自体に意味があると思えるだけで学ぶことが楽しくなりました。このように本書のエッセンスは私たちの生活のあらゆる場面に応用できます。大切なのは今の自分を変えるために一歩踏み出すこと。著者の言葉を実践に移せば誰でも負けない心と体を手に入れることができるはずです。投稿者の総評とおすすめ度。本書限界を外すレジェンドが教える負けない心と体の作り方は単なるスポーツの成功体験を語るだけの本ではありません。挑戦の裏にある失敗や悔しさ、そこからどう立ち直り次につなげるかという実践的な知恵が詰まっています。だからこそ読者は自分の人生に重ねながら読めるのです。特に年齢を理由に諦めてしまう人や失敗を恐れて一歩が踏み出せない人には強くお勧めしたい一冊です。私自身、著者の言葉に触れてから挑戦に対する気持ちが大きく変わりました。これまでならもう遅いかもしれないと思ってやめていたことも、挑戦している限り成長していると前向きに受け止められるようになりました。さらに体を整える習慣や小さな努力を積み重ねる大切さにも気づかされ、生活の中にすぐ取り入れられる具体的な方法が多い点も魅力です。本書の価値は非常に高く、読むことで挑戦する勇気と続ける力を確実に得られるはずです。迷っている方にはぜひ手に取ってほしいと思います。いかがでしたか？今回は限界を外すレジェンドが教える負けない心と体の作り方をご紹介しました。この本は挑戦する勇気を持ちたい人や失敗から立ち直る力を身につけたい人にとって大きなヒントになる内容でした。私自身も読んでいるうちにもっと挑戦してみようと背中を押された気がします。もしこの動画を見て自分も一歩踏み出してみたいと感じた方は、ぜひ実際に本を手に取って読んでみてください。そして読んだ感想や気づきをコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。同じ本を読んだ人同士で意見を交わすことで新しい学びが生まれると思います。最後に、このチャンネルではこれからも役立つ本を分かりやすく紹介していきますので、まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それが次の動画を作る大きな励みになります。一緒に学びながら成長していきましょう。